まだ祭りが始まってない朝。どこ行くんですか？今から2日連続でエメラルド美容室さんへ。今日はまりなちゃんも先生に髪やってもらって、で先生かなりフリースタイルなんで、ですごい自由な方なんで、まりなちゃんの髪がどんな風になるのかすごい楽しみで今。今日は2人で。おはようございます。おはようございます。前髪下ろしたまんまで、はい。すごい綺麗。綺麗だね。後ろはやばい。めちゃくちゃ綺麗。ホテルに戻ってね、ホテル戻って浴衣に着替えます。浴衣着替えます。先生ありがとうございました。お待ちどうさま。ありがとうございました。昨日に続き。気つけてね。はい。渋めの浴衣なんで、ちょっと帯を明るめの色にしました。帯締めも帯留めもつけて、浴衣しかないデザインみたいなものが好きだから、着物だとなかなかねこのデザインないから、カジュアルねで可愛い涼しげな夏の装いってことで絞りの渋い浴衣にしました。下駄もちょっと昨日木塚さんに棚をすげ替えてもらったスコーン買ってもらったやつ。浴衣もいっぱい持ってる。浴衣は着物の方が持ってる。まあそうだよね。やっぱり浴衣登場回数少ないし、夏オンリー浴衣って。夏と秋の初めぐらい、昔ながらの浴衣ってやっぱりこの白と紺色の組み合わせ、なんかかっこいいなって思っていて。今日は祇園祭の鉾の見学に行きます。祇園祭は1000年以上の歴史を持ち、7月に1ヶ月間にわたり多彩な祭事が行われる京都の祇園にある八坂神社の祭礼です。祇園祭のメインイベントの一つに山鉾の巡行があります。美術工芸品で装飾された絢爛豪華な山鉾が街を巡行するので、動く美術館とも言われ、ユネスコの無形文化遺産に登録されています。今日はその中の一つである菊水鉾を見学させていただきます。今から見学させてもらう菊水鉾はこちらになります。ネズモが七宝模様になってて、ありがとうございます。ここによってこういう使ってる金具とかこういう衣装が全部違うらしくて、いろいろ見るのが楽しみです。水鉾です。すごい。ここもやっぱ菊の絵が描いてあったり、水のね流水の模様が。こちらで増え方が8年で、太鼓が2つで、ここ鐘が8時、人乗って後ろに見送りをつけるんで、もう風は全然通らないんで、中蒸し風呂みたいになってた。おちごさんがこういう格好でやはるんですけど、足の下に木の長い棒がドーンと出てるんで、それをドーンと刺すと固定されますよね。そういうことなんだ。内子さんもやっぱりこの地域の人から選ばれる。そうですね、大体京都市内の方で、うちももともと昔はね、生きちごやったんですけども、もう今、生きちご乗らはんのはなぎなたぼこさんだけなんで。生きちごっていうんですか。はい、生きたおちごさん、はい、うちらはもうお人形に、はい、そうなんだ。ご神体に配ってます。なるほど。お囃子とそのお人形以外の人も乗るんですか。ここ乗ります。巡行の時は。どういう方たちで、お囃子のメンバーチェンジがあるので。なるほど。ちなみにこの祇園祭りっていつからやってるんですか。貞観11年、869年が祇園祭りの始まりです。その時にね、まあ疫病がここは都に流行って。
陰陽師が、占いをして、これが心柱で言いまして、これが上にズドーンと伸びてるんですけども、このなんかタペストリーもすごいじゃないですか。七福神。七福神。はい。前がこれが組紐もなんか七宝つなぎみたいに。はい。これが大黒さんで、両サイドで貼ってでね、周り数えたら6人しかやらへんのですよ。七福神なんで。で、なんでか言うたら、恵比寿像は上に乗るから。そっか、なるほど。こういう絢爛豪華な形になったのも、やっぱりそのもともとお公家さんの祭りとして始まったのが、だんだん室町時代に民衆の祭りに変化していきます。民衆が力を持っている。で、町内ごとの、力が一つずつ大きくなっていって、で形が変わっていく。でその化粧品なんかも、よその町内はあんなんつけよったな、うちの町内ちょっともうちょっと頑張って、もうちょっとかっこええの上等いこうかみたいな、こうエゴとエゴのぶつかり合いでこういう絢爛豪華な形になりました。だからもう矛によって全然内装も全然違います。月ぼこさんはね、重要文化財のタペストリー1枚持ってます。あ、そうなんだ。でそれは世界に2枚しかないメダリオンのタペストリーです。もう1枚はメトロポリタンが持っとるんですよ、同じもんを。それってでもこの祇園祭のために作られたものじゃないです。じゃないんだ。もともとね、そのね、なんかシルクロード的な、シルクロードから伝わってきてるものもありますし、海を越えて日本に入ってきてるものなんです、もともと。だからああいうなんかちょっと日本らしくないモチーフが。そうです。メトロポリタンに保存されてるものより月ぼこが持ってるものの方が状態がいいと。こんな使ってるのに状態がいい。すごい。それだけやっぱり大事に保存してきて、なるほど、継承してるもんなんで。すごいな、それは。うちはね、昭和の28年に再興されてるんで、わりかし新しいここです。そうなんですね。気ぃつけや、手詰めんときや。ありがとう。ありがとう。すごいいい匂い。バラのね、バラのいい匂いが。確かにこの匂いする。うちの鉾の特徴は、屋根の形がね、他の鉾と違ってカラハ風になってます。他の鉾は全部ステルハ風。うちの一番てっぺんの鉾頭、16弁菊です。で、16弁菊って天皇家のものなんですけども、それをずっと使用しているということは、何らかの天皇家との関わりがあったのかなと。普通使用できないですよね。すごい。で、そのね、巡行の時の温度取り、よいよいえんやらや。って言って鉾を先導する役割の人間2人鉾の前に立つんですけども、他の鉾は浴衣に扇子なんで、うちは袴で頭烏帽子をかぶってうちわで、そのうちわの形は菊の葉っぱの形のうちわになってます。ちょっと王朝文化っぽい、やっぱり。鉾はこの上に櫓が乗って、で櫓の上に屋根が乗ってるだけです。だからもう鉾はゆらゆら揺れるんで、その揺れに合わせて神儀がバランスをとってこけないようになってます。そうなんですか。でもこれってリハーサルとかないですよね。ないですね。一応リハーサル、その試し引きいうのが引き初めいう行事が毎年12日に行われるんですけども、それはこの町内を往復する形で、筋回しいうのはもう本番のみですね。すごい。これちなみに引くのって何人くらいの力で引くんですか？最低ね、まっすぐ引くだけやったら20人もいたら引けますね。そうなんだ。だいぶしんどいですけど。そうですよね。17日の巡行は25人、50人ぐらいで引っ張ってもらいます。すごい。筋回しをするときに引く竹です。これを鉾が進む先の筋のところに引いて、その竹の上に鉾の前輪を乗せます。なんで水をまいて横に力をかけて引っ張って方向転換していきます。よかった、見れて、ありがとうございます。ちょっと手ぬぐいも見に行こうかな。どうぞどうぞ。これかわいい。
やんでみたいなこの手上げて一旦ホテルで休憩します、休憩して、はい今からその後着物屋さん、いつも行ってる清少堂さんというアンティークの着物屋さんに行きます。さっき菊水墨で毎年矛って手ぬぐいを作っているらしく、で私のちょっと知り合いがこのイラストを手掛けてるということで欲しいなって思っていて、でさっき入手いたしましたありがとうございます。こちらです。すごいかわいいね。かわいい。この菊水墨の前で17日に練り歩く時の順番を決めるらしくて、それを事前に順番決めするんだって。でそれのここの中に何かが入ってて、それを見せるとその順番が決まるみたいな。でそれがこの紐でこの箱がくるくるくるまれてて、それをねこの男の子が開けるっていう儀式があって、それがすごいね YouTube 見せてもらったらかっこよかった。今日はたくさん買わせてもらいました。今1個しか持ってないけどたくさん買いました。買ってる様子は別の YouTube に上がるんで、はい、ぜひ見てください。いろいろ買ったんで、何買ったかはそちらでご覧ください。I'm waiting on the sun.